MI ママに来たら何でも揃う会社にしたい、どこの地域の人も手芸を楽しめるといいなって思う気持ちが今につながったのかな。手作り工房 MI ママは生地やボタンなどの手芸材料を扱う専門店。お店を始めたのは手芸好きの主婦蟹江さんです。長女がミサです。その M を取り、長男が陽介です。その Y を取り MI ママというのを店の名前にしました。ずっと小さい頃のアルバムを見ますよね。逆にその自分が作った服を着てない子供の写真の方がないんです。長女ミサさんのウェディングドレスも蟹江さんは手作りしました。最初で最後の大作だったといいます。ママウェディングドレス作ってくれるって言われた時はすごく嬉しかったですし、娘が恥ずかしくないウェディングドレスを作ってあげたいっていう思いで半年ぐらいかけて作ったので、それ以上の手作りは今のところないですかね。その自分が作っているものを友達のお母さんとか近所の人が作ってほしいっていうふうに言われるようになって、多分調子に乗ったんだと思うんですけどでなんか売るようになったんですね。私は手芸屋さんに行くのがやっぱすごく好きで、一日中手芸屋さんにいるぐらい手芸屋さんにいることが好きだったんですけど、今の時代と違って手芸の材料ってすっごい高かったんですね。でそれで安い材料を仕入れたいなっていう思うようになって、蟹江さんは自分で買った材料も売るようになり、2008年には楽天市場にお店を開きます。最初の頃は本当に余ったら自分の手作りで使えばいいんだからって思うようなものしか売ってなかったと思います。作りながらないものを仕入れていくっていう感じでしょうか。品揃えだけでなく、スタッフと話し合いながら分かりやすく作り方を伝えることにもこだわっています。お客さんから電話がかかってきて、作り方がわからないっていう電話がたまにかかってくるのね。で、今ここを作ってるんだけどここの作り方がわかんないってお客さんに言われても、ここがどこかわかんないから、じゃあ私もレシピを用意するので、じゃあそれ一緒に確認しながら作りましょうねって言うと、じゃあ今2番やってるんですって言って2番を教えてあげて電話を切ると、次の日に2番はできたんですけど3番が分からないってまたかかってきたりとか。でもね、やっぱその電話がかかってきちゃいけない。かか本ってきちゃいけない。誰が読んでも分かるキットにしていかなきゃいけない、ね。自分の好きな材料をもっと手軽に使ってもらおうと、2011年からは材料と作り方をセットにしたキットの販売を始めました。これなんかそうなんですけど、このお財布を作るキットで型紙とレシピとこの材料が入ってて、ここにあるのは全部キットですね。このティッシュペーパーもキットです。これも全部キットなんですけど、お客様も好きになってもらうためにはつまずかないでスムーズにやっぱり作ってもらえることが大事だって思うので、私たちが当たり前って思ってることを当たり前って思わずに、使い方をページに入れたり商品の中に入れたりすることが必要。好きになってもらえるようにっていう努力はなんとなく今まで知らない間に自分がやってきたと思いますね。スタッフに対してもあの子たちが好きになるようにしてきたと思います。2、3年前から手頃な商品以外の品揃えも意識的に増やしています。少しでも安いものを売るんじゃなくって、少ししか値段が変わらないんだったらいいものを売りたい、こっちでお客様は作ってみてくださいって思えるものを仕入れるようになってきたと思います。
ミンクのボンボンっていうの今時期的に楽天の中ですごく売れてます。ですごく今楽天で売られてるのはお値段がお値打ちな、今までとは考えられないぐらいの本当に価格破壊が起きてるぐらい安いんですね。で最初はずっとその値段に対抗できるようなものを探してたんです。だけど途中で自分はこれ使うの嫌だなって思った瞬間があって、自分だったらちょっと高くてもこっちがいいと思ったんです。それが多分私じゃなくても他の人もそう思うんじゃないかなって思ってそっちにしたと思います。それを買ってよかったなって思ったのは、ここに届いた時にやっぱり自分も満足できるんですよね。でお客様に自信を持って勧められるんです。生地やレースにボタン、すべての商品に自分の思いを込めています。例えば北欧の街で見つけたボタンもその一つです。これがその市場で売られてたんですね。多分これの良さを分かってくださるお客さんって絶対いると思って仕入れてきたんですけど、そのボタンを定期的に仕入れたいと思った蟹江さんは1年後に再び単身北欧を訪れました。なんとかこれを作っているところにたどり着けないかなって思って行ったんですが、遠い国から女性が一人で来てくれたという思いを受け止めていただいて、で今後行かなくてもこの会社からボタンを買うことができるようになったんですけど、レビューが入ってましたね。悪くないレビューだったと思います。パーって売れる商品じゃないと思うんです。でもずっと売れる商品だと思ってます。2016年ギネス月賞は3000万円を超えました。材料やキットなどの品揃えを毎日少しずつ充実させています。自分が手作りをするときに、あるいはここのスタッフが手作りをするときにない材料があるとそれを諦めることができないっていう、それを仕入れるために、諦めないでやったことが北欧に行くことであり、中国の支社を作ることになりっていうような結果になっていると思います。最後にこれからのお店としての目標を聞きました。これからも今までもずっと一緒です。どこにいても手作りを楽しんでいただけるように、MIママに来ればいろんな素材が揃うんだっていう会社にしたいと。お客様の創作意欲をくすぐり続ける店舗でありたいと思ってます。そのためには自分たちが手作りを楽しまなければできないと思うので、自分たちが手作りを楽しむっていうことは常にやっぱり大前提だっていうふうには思っています。